そのまんま会うこともありませんでした。そのような戦争というものは人を殺されるところなんです。私はこの友達に帰ってこない友達に対して申し訳なくて、何としてでも戦争のない世の中を私どもの手で、子供を産み育てる女の手で平和を築いていきたい。世界中の人間がやっとに神社に眠る英霊は我が日本を守るために戦った英霊であります。そんなに嫌なら日本から出ていけ。日本から出ていけ。力を合わせたい。言動で手を切ったんですよ。田中さんの発行で安定してもらいたいというわけで、これから漁師の皆さん、間違った考えで靖国神社の英霊を強く尊くする、そういう人に対して説得の活動に入っていただきたいと思います。そんなに戦争をしたどうもありがとうございました。暴力的な行動をやめなさい。暴力団体は暴力的な行動をやめなさい。私たちは遺族です。私たちは遺族です。土屋好夫は1931年20歳の時に徴兵検査に合格。満州公主令独立守備隊に入隊した。俺は一番のね、これがの貧乏な家庭はないくらいのね家庭でありました。金持ちになってね、金持ちだってことはやっぱり自分のうちに一軒ぐらいなければならないですよ。一人前と見られるにはね。だからどうしても家を建てたかった。そのために満州に行って満鉄かどっかに就職して金を送って家を建てようと。こっちではどうも就職口も何もないんです。日本ではその当時みんな。それで満州に行って鉄とか一旗あげてね、そして金をお父さん当然送ってこしてね、家を建ててもらおうっていう気持ちだったんです。それで志願したんです。その年の9月、奉天郊外の龍城湖で満鉄船が爆破された。満州領有を目論む関東軍参謀たちの謀略であったが、関東軍はこれを中国側からの攻撃として総攻撃を開始した。これを満州事変といい、日中15年戦争の始まりであった。大喜びだったですよ。戦争というものに対してね、非常に喜んだわけだ。
本当にこれは、ね、素晴らしい光景だというような気持ちがあってね、日本を負けるなんて考えもないしよ、必ず勝つという気持ちだからね。だから戦争いいとか悪いとかね、危険だとかって考えは毛頭持ってないの。なんか一攫千金のね光景に恵まれたようなね、やっぱりそういう日本は土地が狭いしね、で土地が狭いからやっぱりあそこ満州領取ったって大した日本が金持ちになるようなね、自分も金持ちになるようなそういう錯覚を起こしとったわけなんだな。喜んでおった。瞬く間に満州、中国でいう唐三省を占領した日本は傀儡国家満州国を成立させ、さらに侵略を続けた。国際連盟が日本の侵略行為を非難すると、日本は連盟を脱退。世界の世論に逆らい、熱河省を占領して満州国に併合し、中国国民政府と短空停戦協定を結び、日本の占領地支配を認めさせた。その頃土屋義雄は憲兵試験に合格し、父春憲兵隊に赴任していた。以降敗戦までの12年間、優秀な憲兵として反満抗日分子の徹底壊滅に献身する。ざーっと町中をよ、何々町の一角を取り囲んで、一軒一軒に入ってね、中に入って、その中国の人のね、怪しいやつをみんな捕まえるわけだわけ。捕まえるわけでね。いや、夜寝たとこで、夜中の2時頃3時頃行って、ザーッとその町を取り囲んで、そして、そう一軒一軒に入ってね、寝たところを叩き起こしてよ。みんな怪しい若いし、目つきが悪いとか中手に捕まえてきてよ、取り調べもろくにしないでね、で何もしないんだからな、何も彼らはね、あいつを今度はまとめて刑務統制委員会と憲兵隊に集まってくるわけだ。もし各警察となんかの長が集まってきてね、お前んとこ何人、ね、検事処分何人、お前んとこ5人、お前んとこ3人とかね、みんな合わせて13人とかって伺いして、で何月何日、父親の西門外のね、あそこにさ、みんなで拳銃処分やるから、検地において殺してよろしいという関東軍の司令官がね、日本軍に命令してるんですよ。ね、検地処分権っていうのを拳銃処分って俺が言っちゃった。拳銃処分って殺すことだから。拳銃処分っていうのはね、殺人の代名詞が拳銃処分ですよ。だからそれが裁判に裏付して勝手に中国人を殺すことですよ。これから父やお前ってね、今日西門外で拳銃処分あるから行ってみてこいって言われたもんけど、はぁって言ってよ、憲兵になったばかりだよね。私見てこいってから見に行ったわけだ。まさのってさーっと行ったんだらね、俺初めてだもの。そしたらやっぱり何百人と人が中国の人見てるわけだから。そこさやっぱ警察の人がおって、そこで穴掘ってね、穴掘ったわけさ素晴らしいでこういうふうにして、いるわけだね。そしたら俺が馬からおってよ、そこに行ったらよ、一人の指揮官がおるの、中国の人がね、指揮官がおってよ、何がやだーって言うとよ、ダダーン15人だったな。15人をぶっ放すわけだ、小銃をね。ここから後ろからバーバーと脳みそが吹っ飛んでバー、そこでつらげるんだ、バーバーバーとね。あらら、俺自分の動きしたわけだ。俺言いたくなったよ、これでよ。それが結局拳銃処分っていうのはそれなのよ。何にも悪いことをしなくても功績になるわけだ。功績に人をいっぱい殺すということは天皇に対する忠義であったわけだ。名誉であったわけだ。ね、検視勲章もろになって、ね、憲兵隊のメンズが高くなるってわけで、で毎月の報告には拳銃処分何年なって報告出したもんだ。それが功績になったのよ。これがどこでもここでもどこでもここでもみんなやったんだ。父春にね、有力なそのソ連のスパイの母体があると、それの責任者は張栄光、張慶民って言った弟と4人捕まった。他のは全然分からなかった。だけどなんちゅうかこう弟をね訪問してよ、そして組織が分かったのよ。で捕まえて
十何人捕まえたんだけども、そのうちのそういう関係あるのは8人だったの。長慶民、この人は絶対に言わなかったよ。なんぼ拷問なしてもよ、俺は中国の愛国者だと、もうお前らね、屈服するねあれを持っていないと、殺すなら殺しきれよと、何がどんなことだっても俺らはお前らには日本人には屈服しないぞというね、素晴らしい人だったんですよ。拷問っていうのはいろいろあってね、一番ひどいのは水飲ませるのが一番ひどいですね。どういうしてやるかというとね、低い腰掛けあるわけだ。この一軒のね、そこさこうね、仰向けにして、ね、頭をここの先出すんだ。そしてこれ縛っちゃうの、こうしてね。ここのさこうしてね。で寝て、でこの医者が乗って、それから水じゃんじゃん飲ませるわけ。頭をさっさに乗ってじゃんじゃん。ここから鼻と口からじゃんじゃん。これ手拭いかもしれんだよ、手拭いを。でみんな手拭いかもしれんとね、息吸うたびにその肺の方にね、水が入るですよ。水入って死んでしまうんだから、肺に入っていくと。だから、これ少し余裕をつけるんだ。ふわっとこう、手拭いかもしれんだよ。で、その空気がさっと入るから、まだ死なないんだ。で、肺も、じゃあ、夜間さ、水汲んできてね、じゃーっと。で、この水を肺に入れないでください。胃袋に入っちまうわけだ。で、間もなくここで膨らんでくんだ、胃袋が。で、胃袋が膨らんでくる、今度はここだ、バーッと腹ばいになっているからね、はい、じゃあガーッと押すと、ここからガーッと水が出てきますよ。それを何回も何回もやるんですよ。だから言いますってよ、やめと、何も知らないからね、もう言ったって言えないわけだよね。これをもっとけしからんってわけでよ、まだ飲ませる、それを食わす、それから、これが水攻めの拷問。オンドルっちゅうかな、オンドルはペチカっちゅうか、へんとさ、焼きごでやんのよ。昔焼きごでこういうふうになってて、こうやってね、これをジャーッと焼くんだ。塀の長さへ行って真っ赤焼くわけだ。それを今度背中からジャーとなるとシャー煙が焼きて肉がね、部屋中がみんな肉の焼ける匂いがしていらんね臭くて、それはひどいんだな。自分やってってもひどいよ。一回自分が頑張らせているよ。本当にやっとってね、ことなことを世の中にあるかと思うようなことをちょっとやるわけ。それから今度はこういう木丸太をね、丸くあるでしょ。これを裂いてね、そしてこの三角のこれ作る木を削って両方からこれね、これね、これを下に置いてこう3本ぐらい置くんだ。3本ぐらい。この上に裸足こうね、この上に座らせんの、こうやって座らせんの。だからここのとこがみんな肉がよ裂けてね、この皮が焼き裂けです。こうやってみんな3箇所。はい、上からチクチク桃の上から抱いたらね、骨が見てくるよ。骨が出てくる、ここの骨が。大晦日の晩にね、105名が脱獄したのよ。じゃがらじゃがらさ、足上はみ出も人間でんの。途中死んでるわけだからみんな。投書かかって12月31日だから。それで、その事件が今度はあって、それを非常講習かかってみんなが今度討伐に行って、捕まえてきたのがね、半分ぐらい捕まえたと思うんだな。刑務統制委員会でもってどうするかと、捕まえたものを研究処分にしちまいというわけで、1月のあぐる年のね、31日の晩の出来事だから、1月の4日の日にこの捕まってきた連中を皆検事処分したの。検事処分に殺しちまったわけだ。県警指揮士が殺したの。長慶民事件もね、徴兵工事件も1日置いて5日の日、4日の日脱獄者は皆殺して、そのあぐれ8名、殺しちゃったんだ。中国の人に対して私たち日本人皆同じだったんだけどもよ、
ちゃんころって言ったもんだよ。ちゃんころってね、人間扱いしなかったのよ。ね、人間と思ってなかったらちゃんころってのは人間よりもずっと下だと。人間と思ったら本当にだから残業3年もの。生きた人間と思うなら私残業も3年。虫けらと思うからこそね、人間でないと思うからこそあんな残業ができるんであってね。天皇陛下が神様の子孫だっていう考えがあったし、天皇陛下が命令したんだって俺は言ってるね。だから戦争の戦天皇の命令で何をしてもいいんだっていう気持ちあったのよ。戦後土屋は父春で憲兵として328人の殺害、1917人の逮捕拷問投獄に関与したと告白。中国人に謝罪した。中国で内戦を続けていた国民党政府軍と共産党皇軍は1936年12月、張学良が蒋介石を軟禁し、内戦停止一致抗日を求めた西安事件を契機に、国共合作、抗日民族統一戦線への道を模索し始める。1937年7月7日、北京郊外盧溝橋で日中両軍が衝突した。日中いずれの挑発かは今もって不明である。日本政府は軍部に押され、断固擁朝を表明し全面戦争に突入。年末までに華北5省を占領した。ソ連が中国と不可侵条約を結んで日本を牽制すると、日本はドイツ、イタリアと防共協定を結び対抗した。中国での戦線は上海、南京へと拡大していった。首都南京は陥落したが、国民政府は四川省重慶に遷都し抗戦を続けた。この時南京で日本軍による捕虜、一般市民の大量虐殺が行われた。その数には1万人から30万人まで諸説があるが、数の多少は戦争犯罪の罪過を軽減するものではない。当時大学生の長富白道は右翼の大物遠山満の門下生であった。彼は愛国学生連盟の一員として占領直後の南京を視察している。日本の兵隊が火ボンボン燃やして当たっている。中国の人たちはずっとそこに並んで、そして領民省が興奮になるのを待っている。その時に将校が言いました。東京来た学生、俺たちは最初はこの中国人の中に兵隊がたくさんおるので、それを全部集めてガソリンを頭からかけて焼き殺してしまった。その後は並べてずっと全部並べて機関銃で後ろがダダダダダダと全部殺してしまった。そういうことを言っていました。100人200人の人がずっと立って将校の話を聞いているんで、将校が通訳付けで話す、どんな話をするかと聞いていましたら、日本軍が皇軍が南京に入った以上、皆さん方は心配することはない。安居楽業と言って安らかな生活が送られるだろう。そういうことを言って、ところがこの中には中国の兵隊がたくさん混じっている。中国の兵隊は蒋介石から給料ももらうのに長い間使われてきた。大変ご苦労だった。日本が皇軍が来た以上は食料、給料も就職も与え、そして職業も与え、今までの
未支払いの給料も払えるから、その人たちはこっちに出なさいって言って、そこで一般の領民の人、兵隊を入れるわけよ。20名近くの人がそっちに出ました。そうすると兵隊がすぐにその人たちを車に乗れって言って車に乗せる。東京の学生も一緒に乗れって言って言いますが、遠くに一緒に乗って驚いたことには何千何万という死体がずーっと揚子江岸の方に向かって、死んでいる。もう寒さにみんなこの死体が凍りついてしまって、そこ一本の小さな道があって、その道にずっと私たちその堀を20名近くの堀を連れて、要するに鉄橋の近くまで来まして、そこに鉄橋を座らせる。堀をそこに座らせて将校をまた言いました。東京の学生、これらをお前たちどんなことをしてもいいか殺せという。それで愛好学生連盟空手をやったり柔道をやったりした練習ですから、投げ飛ばしたりついたりやっている。それでも簡単に死にません。そこで将校は見ている。俺がこれを試しにするからこのようにして殺すんだと言って、日本刀をさっと抜いて水をかけて、そして一番前におった兵隊をこうして前に流して首を前に出さない、首をこうして出されました。そして後ろから袈裟掛けにと一刀のローザンの音に切り下ろす。そうすると頭は真っ二つに切れて前に落ちる。そうするとこの頸動脈からシャーッと血が流れ飛び吹き出す。それを後ろに見ておった記憶の人びっくりして驚いて、そうして死にたくなかったんでしょう。立ったかと思って駆け出して様子をめげてダバーッと飛び込みます。そうすると私は兵隊の障子を借りて上から沈んで浮かび上がったところを一発ドンと撃ちました。他の大学生と比べてこういう学生は弱いなというと見せたくない、遠いところを見せなきゃいけんという、そういう思いで、障子を借りと上からやったわけです。もうしかしもう人を初めて殺したのもね、体はボロボロ震えて血み上がってしまって、思い出そうとしても思い出せない。それを20名の人を銃で殺したのか、日本刀で来たのか、どうして殺したのか。しかしみんなそこで殺してしまいました。その後長富は特務機関を経て北シナ派遣軍に入隊、主として情報機関で活動。敗戦後も山西省で国民党の延釈残軍に協力した山西残留日本軍に加わり、1949年まで人民解放軍と戦うことになる。共産党軍主力は蒋介石の国民革命軍第8路軍に改編し、国共合作抗日民族統一戦線が成立。中国の抗日体制は強固になった。日本は親日政権の樹立を目論み、今後は国民政府は相手とせずと声明、和平への道を閉ざした。
日本はこの戦争の目的は日本、満州、支那の提携による東亜新秩序の建設にあるとして聖戦を唱え、戦争を拡大していった。1939年、当時16歳の篠塚義雄はハルビンの郊外平房にある関東軍貿易給水部731部隊に少年隊員として派遣された。私たちが入った頃はです、ノモンハン、いわゆるノモンハン事変が始まっておりました。午後になると実習という名目でです、当時行っておりました病原菌の大量生産、この中に動員されました。赤痢、チウス、パラチウス菌、これらがです、大量に作られたと。石油缶と同じ大きさです。石油缶よりも頑丈なような気がしましたけれども、その中に入れまして、それでグリセリンを若干入れたと思いますけれども、それでハンダ漬けにして密封して、それを木の箱に2缶入れまして、ドライアイスを入れたと思いますが、それを菰で巻いて荒縄でいわゆると、それをです、私たちは菓子缶に引率されて、菓子缶が2人か3人ぐらいついたと思いますけれども、私たち少年隊は2人ぐらいで運びました。私は1回だけそこに行きました。夜の夜行の汽車です。このようにしてハイラルまで運びました。ハイラルからです、今度はトラック、軍用トラックで、ノモンハンの前線基地と言われてました将軍廟、ここまで運んで、それでそこを731、当時の石井部隊から派遣されていました貿易給水とは意外の任務を持った怒り挺身隊と、挺身隊というのは決死隊とも言えると思いますけれども、怒り挺身隊の隊員に渡しています。私と一緒に入ったもので車の運転ができるということで2人ぐらいこの怒り挺身隊に加わってます。この者たちが帰ってきてこそこその話の中から、この細菌はです、ハルハ川の上流のホルステイン川に投げ込んだと。独ソ不可侵条約の締結、第二次世界大戦の勃発をきっかけにソ連軍の圧倒的火力と機動力の前に多大な損害を被っていた日本はソ連と停戦協定を結んだ。ノモンハンから引き上げてくる兵隊の中、日本の兵隊の中で伝染病患者が多く出ました。今度は私たちも動員されまして、便の検査、これに救急としたことがあります。このノモンハンの時に行った者たちはです、ほとんどが勲章を手に入れている。日本の兵隊がです、あれだけ伝染病にかかってにもかかわらず、なんで禁止勲章とか勲章だろうかと。ましてノモンハンでは日本は大負けしたわけですから、これはです、当時でも不思議に思いました。しかし今考えてみるとです、やはりこの細菌戦の実験に成功したと、日本の兵隊が勝ったにしても大量にかかったってことは、細菌を兵器としてです使えるということを実証したのがノモンハンではなかったのだろうかと、このようにも思います。やがて少年隊は解散し、篠塚は正式隊員として配属された。私が配属になった時はです、コレラとかペスト、ヒダッソと731では言ってましたけれども、炭疽菌、コレラの
大量生産、これを開始しておりました。ワクチン、予防用ワクチンと自分たちの作った細菌との力関係、果たして予防ワクチンに打ち勝つことができるのか、感染させることができるのか、これがです目的であったと思います。この実験には5人の中国の方を使うと申しますか、残酷な方法で殺害しました。ペストでしたので、ペストに対する抵抗がどの程度あるのか、これらをまず調べると。一人の人についてはいわゆる対象としてです、予防ワクチンをしないと。その他の4人の人についてはワクチンを注射すると。これは731で開発したというエンベロープワクチンというのを開発したと。その人たちに注射して感染させる。予防注射をしなかった人は3日ぐらいで瀕死の状態になりました。解剖が始まってから私が命じられているのは、内臓を取り出す一部を雑巾培地っていうコルベンの中に入れるということと、もう一つは切り刻んだ内臓、一部を内臓別にシャーレとガラスのシャーレですが、そこに書いてあるに従って塗りつけると、こういう仕事、これがです一番最初に参加した時の状況で、このようなことが終わった後はです、私たちは自分たちの体だけは厳重に消毒して出ていくと、これが最初でしたが、そのようにしてですあと2名の人を殺害しました。あとの2名の方についてはです、私たちではなしにまだ瀕死の状況にならなかったということもあったと思いますけれども、もう人たちは診療部に渡したと、731部隊の診療部に渡したと。これは私たちはマルターと言ってました。もう私たち生体解剖とかそれあれすると大体夜遅くはなります。そうして夜宿舎に帰ってから風呂なんか入ってると、やはり同じようなのがだいぶ来るんです。その中での言葉はです、お前んとこ今日何本倒したと、俺んとこは2本だよと、このようなことがですね、平然とその夜の浴場では飛び交うわけです。私たちはやはりそうの人たちは死刑に該当する犯罪行為をした人なんだと、だから何らかの形で処刑される人だろうと、このように思ってたんです。だから何らかの日本の国のためになることならばいいのではないかと、そのような気持ちで何ら罪悪感を持ってなかったことは事実です。やはりですね、これが国のためだと思う、やらなきゃならないんだと。確かに私たち結局上のあれからもです、部隊長の石井、彼もよく言ってたんですが、何の話もあれなくて、やらねばならないんだ、やらねばならないんだと、これだけです。私は自分の仲間も解剖の中に入ったことがあるんです。私の親しい友ですけれども、これは下級隊員がですね、ペストに感染するとですね、ペストっていうのは早いんですよ。発病するともうすぐ意識朦朧になっちゃう。日本人なんか特に早いですね。そうすると陸軍病院なんかに収容できないんですよ。これはもちろん日本の軍のものがですね、ペストなんか感染するはずないんですから、本来的に。だから普通の陸軍病院には収容できないですよね、秘密保持の上から。そのようなことからです、やはり生体実
実験をやる人を監禁してる場所に入れるんです。場所に入れる。それで診療部があるから治療はするんでしょうけど、ほとんどあそこ入って生きた者いない。その解剖に大橋は1回だけしました。これは耐え難かったですね。その時やはり当時のあれでもいつかはわしもこんなんなというようなことがあって、なんとかしてこの部隊もう兵隊に行くのも間近になってきたし、二度とこの部隊には帰ってこないと確かに思ったことはありますが、同じ範囲がペストに感染し、そうするとやはりわしはあと2人ぐらい焼いた記憶があります。外でですね、薪を積んで簡単に焼けちゃうんですよ。内臓がないんです。このように解剖されて内臓取られちゃってるから、そのような体験を次から次へとやってきました。731部隊は敗戦までの10年間に約3000人を生物兵器開発のための人体実験で殺し、中国各地で細菌戦を実施した。敗戦後、石井四郎ら幹部はアメリカへの研究データの提供と引き換えに戦犯を免責された。広大な中国で日本はなおも占領地域拡大を図り、満州の関東軍、中国本土の支那派遣軍の兵力は増強を続け、日本の国力の限界に達していた。日中和平の名のもとに、日本は中国唯一の合法政府として元国民党副総裁汪兆銘を主犯に南京政府を樹立するが、日本の傀儡政権でしかなかった。実際に日本が中国で支配していたのは点と線。主要都市と主要道路、鉄道だけで支那事変と名付けられた宣戦布告のない戦争は長期泥沼化していった。アメリカは日米通商航海条約の破棄により日本の侵略に対抗した。とにかく今ソ連をやっつけ、中国の蒋介石をやっつけなかったならば日本は安泰じゃないんだと。そしてそれがね、天皇陛下のためなんだから、日本国民のためなんだから、これは若い男子は鉄砲を担いで戦争に行かなければこれダメだと、そういうことをもうずっと言われ考えてきましたから、兵隊に出る時には親父とおふくろにこれが最後のお別れです、二度と生きて帰るつもりはございません、大輔覚悟は生きておりますから行ってまいりますと言って涙を流して別れて満州へ至ったわけです。ですから兵隊に出る時にはこれから未知の世界に飛び込む命を掲げて捧げて飛び込むわけだ。命が惜しいということはもうすでになくなった。戦争に勝つんだと。でその中で今度は人に負けないんだというところの気持ちが人一倍強く私などはありましたね。でもちろんね、当時の戦争がですね、この支配者たちの言うようなものであると、聖戦であるとはどうしてもそれは思えなかった。でしかしですね、日本国民の三大義務の一つがこの徴兵なんですね。この徴兵検査を逃げるというね気持ちは僕には全然なかったわけで、逃げるということは当時徴兵を忌避するということはですね、自分はもちろんのことですね、親兄弟が非国民としてですね世間からのけ者にされるということを意味しますからね。そこでとうとう来たるべきものが来たという覚悟を決めました。我々の常に目にするものはこの
戦死者の遺骨が帰ってくる。それをもう絶えず目の当たりに見ているわけ。したがってですね、軍隊に徴収されるということはね、野戦に行って死ぬことであると、これは死を覚悟せざるを得なかったわけで、これはやっぱりショックでしたね。私の教えた生徒たち私上田でしたから、その上田の駅で赤たすきをかけていよいよ旅立つという時にね、生徒が駅の前をはじめ千曲の河原のずーっと並んで、日照旗を振って声援してくれた。その時にやはりですね、自分を育み育ててくれたものとともにね、これから日本の将来を背負っていくこの子どもたちのためにこそね、で戦うということはやがて平和を将来することであるというふうにやっぱり考えざるを得ないから、彼らの将来のために平和のためにと死んでいくんだということを思った時にね、やっと腹が据わったと、死を覚悟で出征しましたね。日中戦争に行き詰まっていた日本は、フランスがドイツに降伏したのに乗じ、南進、東南アジアへの武力進出を図った。これは重慶の蒋介石国民党政府へのアメリカ、イギリスからの援助ルートの遮断と、石油など戦略物資の獲得が目的だった。それはやがて日本の勢力下に東亜及び南洋地域を一つのブロックに統一するという大東亜共栄圏構想へと発展していった。入ってね、1週間はもう額が置かないあれですよ、小騒ぎ連中がね、いろいろと祝ってくれてね、遊ばしてくれるわけ。ところが1週間経ちますとね、その中の顔色の悪いね、憎まれ役の少年兵が引っ張り出されて、おい貴様ね、我がもするのもほどほどにしてんかと。1週間はお客さんだけど今日からはそうはさせないぞって、もう物言わずなんかね、何にもないのに。それで、一品検査っていうのがあるんです。夜食事終わって就寝する前に部屋に並べられて点呼というのがあるんですね。でそこで大概毎晩ぐらい一品検査っていうのがある。例えばここに弾薬を入れる革のあれがありますね。ああいうふうにそれ持ってこい。二度ものところに下げてありますから持ってこい。さっと指をやってほこりがつくとそこでやられる。靴を持ってこい。靴の磨き方が悪い。鉄砲を持ってこい。で鉄砲の手入れが悪いとまだやられると。私などは割と要するに当時の言葉で言えば要領がいいというか、何でも一生懸命にやるんで認められたというか、だから常に可愛がられたもので、1ヶ月たち2ヶ月たちするうちに、いやこれはやっぱり兵隊にしてよかったなと思いました。私が高等小学校終わりまして、上の学校へも中学へも行けない。でうちが火災になって困ってる時なもんだから農業を手伝っている。ところが兄がちょっと体が弱くてね、1年前の仕事もできなかった。で私が兄貴の代わりに親父に手伝い。それで兵隊行ったらもうそういうことはね、周りのこと、周りの人間関係は兵隊の中で天皇陛下だけ守っていけばいいんですから、上官だけ守っていけばいいんですから。それでどんな災難があろうと何ら痛くも痒くもない、これはこんないいとこはないなと
当時私はね考えました。だから一生懸命ここで将来をね柱を打ちつこうというつもりで、いわゆる軍務に精霊した一人でした。日本の社会にこんな地獄があるかという思われるような地獄を体験したわけで、特に私は大学教育を受けましたことでですね、やっぱり農民出身の古年次兵、古い兵隊たちには徹底的にね痛みがつけられたわけで、まずその理屈なくその態度がでかいということで、往復ビンタと殴られる。その殴るのも手ならまだいいんですよね。この上下というスリッパですね、それゴムのものもある、これもかなり痛い。それから革のものがあるんだ。それで殴るんですね。で僕なんかある時殴られて腫れちゃってね、面会に来た母親をこう悲しましたこともあるんですよね。だからなんて言いますかね、四六時中ね、演習に行っている時は古い兵隊はその女教と女子しかいませんからいいんだけども、帰ってくればその内務班っていうのは20数名のあれですね。で我々が12、3名、それと同じその古い兵隊がいるんですから、鵜の目鷹の目でそれをやる。で彼らは殴ることによってですね憂さを晴らし、それで快感を覚えるんですね。だからもう例えばね、捧げつという兵器の手入れが悪いとそれを持ってこいって言うんで、それで持って捧げつをやって、でこの姿勢というこの銃の重さもありますので、これはね5分と続けられないんですよね。それを例えばもう体幹て下に下ろせばまたビンタが飛んでくると、それでまたそれをやると。それから総合ビンタ、お互い初年兵だけをこう向かい合って並ばせるんですね。並ばせて、それでお前たちは今日こういうことをやったから、往復ビンタをやれというんで相互に叩かせるんですよね。ところが相手の同年兵は叩けないんですよね。そうするとその教育をやっているその上等兵たちがね、こうやるんだって模範を示す。叩かれた方はね、その痛さの悔しさで今度は本当に殴るんですよね。殴られるとこっちも本気になりますからね、仕返しになる。それがますますそのエスカレートして、それを見て彼らはゲラゲラ笑うというようなね、限りないそのね彼らの考えたその制裁っていうのは本当に驚きよで、ある方法はねミンミンゼミというのがあるんですよね。そうしますとね、そのミンミンゼミっていうのは銃を立てかけたところにこういう柱がある。そこにすがりついてミン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 って鳴かせるんですね。そうすると今年のセミは声が小さいと、今年のセミは鳴き悪いと、もっとしっかりしろというんで殴りつけてまたやらせると。それからミンミンゼミ、それからウグイスの谷渡りっていうのは寝台がありますよ。寝台の下をくぐらせるわけですよね。そして方法劇を言うわけ。そうするとこれも声が小さいっていうんでね、何遍となくその寝台の下をくぐりながら方法劇を、これ大の男がね本当に泣きたくなるんですね。一番嫌だったのはね、そのお嬢郎さんっていう指摘性があるんですよね。なんか彼らで気に入らないと、その銃を立てかけた間から顔を出してね、それを手招きをして「お兄さんお兄さん寄ってらっしゃい」って女の声で言わせるんですよね。でそれが女らしくなかったり声が小さかったりしたら、これまた殴られてよしと言うまでそれをやらせる。あるいは靴の手入れが悪いとですね、紐で首にかけて、で攪拌回しっていうんですね。首をかけてその返上花を編み上げの靴を両首にかけて各部屋を飛んで、何々二等兵用事があってまいりましたって、なんだって言うとね、で私は返上花の手入れが悪くて見て もらうために参りましたっていう、もうゲラゲラ笑いながら「あ結構綺麗じゃないか」と「おおそれちょっと舐めてみないと」各部屋ごとで散々からかわれてくると。これも私あの当時は29歳でしょ。とてもこれは耐え難いことでしたね。私の隣に戦友に
S という補充兵の30近い兵隊が入ってきたんです。ところがその住田というその補充兵は若干今でいうその血遅れのところがあって動作がのろいんです。だからもう常に彼はその私的制裁の的でしたよ。殴られるしで夜になってその帰って飯食ってやれやれとでタバコをしたら貴様ら何ぼやばしするかと先人君を言うてみ。まず先人君を覚えないけんしそれから軍隊直というのが長いんですよ。我が国の軍隊は天皇の統率したものとがある。昔自分の天皇はてなくだらん長いやつをもう丸暗記させるんですよ。そういうようなことがあるしね、もうその住田がもう完全なノイローゼになっとった。朝2人一生懸命でやろうと思うんだけどこれがボタボタしてなかなかやらない。見れば彼は無償病をしてるんですよね。30歳くらいで。彼はその私的制裁といわゆる侮辱に耐えかねて、本当に前取ったんですね。だから私は気の毒だなと思ってでうまいこと隠してですね、そこのところだけこう丸めてそれと後で洗いよ言うて「力来い」ちょっとこっち来い」って言って呼ばれて何事かなと思ってみたら「歯を食いしばれ」こう言うんですね。何するかなと思ったら「貴様少年兵のくせに生意気なことをやっとる」と「出しゃばったまねするな」別にその無償病をかまってるっていうことは言わないんですよ。貴様出しゃばったことをしてると生意気な職人のくせに生意気だと言ってその生えとったそのスリッパっていうのはあれその返上花といって裏に病の打った軍花ですね。それを切ったでそのスリッパしてるんですよ。スリッパ持ってバンバーンとこう両ビーター殴られたんですよ。もちろん歯を食いしばっとっても歯で口の中切れますわね。やられたなと思って私はその時思わず手を握ってね「この野郎」と思って襲いかかろうとしたんですよ。そういう身構えはしたんですよ。そしたらその兵長が言うには「貴様上官暴行する気か」と。上官暴行したら11層だぞと。11層だったら前科者だぞ。年は若いしね、私は20歳から21か2ですわな。この野郎とその時こそ本当に怒りが込み上げましたね。ところがそう言われた途端にね、私ちょうど入院した時に70近い私の親父がね英文で送ってくれたんです。もしわしがこの前科者になったら親父は村長もやっとるし、村の治りになるだろうし親父になるだろう。わしはここで来られればこれ済むもんかと思ってそこでぐーっと顔を食いしばって踏みとどまったんですよ。そうしたら「貴様これ飲め」って、この朝飯前に朝飯がずっと並べてあるその家の立ったその熱い味噌汁をですね私の口の中にガーッと流し込みがあったんですよ。ほらもう飛び上がるようにな思いでしたね。そういうあれが少年兵の時にあったんです。そこでね私はよーし俺は幹部講師になって貴様ら貸し官だとよしだったら私は幹部講師に絶対なったんだという気が起こったことは事実ですね。日本はドイツイタリアと三国同盟をソ連と日ソ中立条約を結び南方進出中国侵略を推し進めた。中国からは精鋭部隊が南方戦線へ転出していったが依然満州に関東軍70万中国本土に支那派遣軍68万の大軍がひしめいていた。南部仏印フランス領インドシナへの武力進出はアメリカイギリスオランダの強硬な反発を招いた。
アメリカは次々と日本への報復措置を打ち出した。軍部は終始中国仏印への強硬策を譲らず、日米開戦の決意を強めていった。外交交渉に行き詰まった近衛内閣は総辞職し、前陸軍大臣東條英機を首相とする内閣が成立した。支那派遣軍北支那方面軍第12軍は主に山東省で共産党八路軍との攻防を続けていた。そこで諸内兵の教育を受けたわけです。3ヶ月教育の時にはもうすでに生きた人間を殺すための実得としてきたやつですね。これをもうやらされています。捕虜とか何とか言ってますけども、日本軍の場合は中国人を捕まえた場合はみんな捕虜っていうんですね。農民であろうが何だろうが捕虜にしちゃった。3名ばかりも毛に縛られても準備されてましてね。私はもう志願したくらいですから、真っ先にそれをもう番が回ってきたわけ。もう分隊長の命令でね、毎つけっていう号令でもって。だからその時はもうね、確かにもう生きた人間を作るっていうことはもうこれ容易なこっちゃなんで、初めて人を殺すんですからね。でもそこでね、無様な格好をしたら自分の出世に関わりますからね。もう情けとか容赦とかそういうものはなしで、もう命令ですからね。命令のためにはもう誰よりも最も忠実にその命令を実行した口ですから、もう積極性がなければもうダメですからね。その時はもう思い切ってついてね、一発でも無事でもって仕留めてます。しかしついた後はね、いい感じのものじゃないです、さすがに。それで私がついた後また何年ものそれやるんですからね。杭に縛り付けてありますからね。もう臓物はもう全部出てしまうしね。でもう最初の俺はね、もう縛られてますから、こういうふうにすることはできないけどもね、必死にもう助けてくれっていうことは叫んでおりますからね。もう、考えてみればもうこんなねかわいそうなことはないんですよ、実際言って。人道とかなんとかそういうもの全然抜きですからね。教育係の班長が「つけけん!」と大体表示持ってましたからね、剣を抜いてつけたんで、突然ギーッとこう行くわけです。ところが片っぽは縛られている。私たちはこう突き進んでいくんです。ところがね、実際にもう私は時が一番怖かったですね。向こうはもう反抗してこないんですよ。ところが自分は銃を持ってさーってこうやるんですけどね、手の滑っちゃう。行くと力を抜けちゃうんですよね。なぜか怖いんです。向こうはじーっとこうやって見てる。で私は事件で帰ってくるとスーッと滑っちゃう。このぐらいしか入らない、はっきり言って。そうすると上手が起こってこらーって開けて10ぐらいピンと開く。またやり直し3回ぐらいやるんですよ。とうとう私はその時はできなかったんです、はっきり言って。ほんと当時私の同年で権田というね、やっぱ同じ千葉県の人間なんですけどね、お坊さんがおったんですよ。お坊さんがやる小さい小坊主ですね。彼はとうとうつきもしなかった。そこに座り込んでた。勘弁してくれって。こうした状態がもう殴る蹴るですよ。それで2回目に2日目にまたそれをやったんです。最後までやるからね、やったんです。それで初めて私は無料さで腹させたの。腹ったらスーッていっちゃう。ところがここはね、いかないんですよ。なぜかってあばら骨があるから使えちゃう。ところがその状態がね、俺が日本やるから見てくれというわけで、私はじーっと見ておったの。そうしますと大体剣の幅はこのぐらいあるんですよ。大体20ミリぐらい、厚さがこのぐらいです。3ミリか5ミリぐらいですね。それが銃剣なんですよ。ところがあばら骨がこんなものしかないですよね。ところがこうさっと使いに入らない、こんなところにこうやって。ところが上体が容量をしてるもんだから、こうやってさっとこうねじるんですよね。で薄くなる、スーッと入ってちゃう。そういうコツを私たちは教わったんです。それが人を殺す最初のきっかけだった。それから
私が覚えたことは、とにかく人を殺すにはとにかく平らにしてこう刺すと。腹は致命傷にならないから、胸は致命傷になるからっていうわけで、こう手を横にして刺すと。それがだんだんして1人殺し2人殺し、もう最後には毎日競争ですよね。お前何人殺した？俺は2人だ。そうか、俺は3人だと。毎日はそういう競争がやっとった。だからもう人を殺すことはもう平気で言ったんですよね。一番それもね、やはり2回3回っていくとね、人を殺すの何とも思わない。相手はちゃんころだという頭あるんですよね。だからもうちっとも怖くなかった。でしかし一番最初は本当に怖かった。民衆の支持を得て勢力を拡大していった共産党八路軍が1940年北シナ各地の主要交通線や日本軍の拠点に大攻勢をかけた百段大戦は日本軍に壊滅的打撃を与えた。それに対し日本軍は抗日根拠地に対し徹底した人滅掃討作戦を展開する。中国側の言う三攻、殺し尽くし、焼き尽くし、奪い尽くす作戦。破壊、殺戮、収奪、それ自体が作戦目的となった。明け方近く全部その部落を包囲して、そして一個小隊ぐらいの兵力が部落に突入したけども、敵の力が進むなかった。そこでもって山内大佐っていう大隊長が火をつけろ命令でしょ。それはもう一瞬にしてするかな部落がもう火の手が上がって、もう鶏は泣き叫ぶからもう家が焼かれてバチ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 音がする、高粱からが跳ねる音とかね、だからもう犬は鳴く、人間が泣きさびく、もう一瞬にして圧強感でしょ。ですね、もう1時間も経たないうちにもうほとんどその部落が燃え尽くしちゃって、それで逃げる山に向かって逃げるその部落面をもう銃機関銃で片っ端から撃ち殺してしまうでしょ。で中にいる人たちはもうみんな兵隊がこれ突き殺すか射殺するかによって動けない人はそのまま家の中で撃ちもろとも焼かれてしまうわけ。人間人肉の焼ける匂いですね。もうこれはもう異様な匂いがもう漂ってくるわけ。そうすると右大地はもう勝ち誇ったごとくして前進命令を出したわけで、抜けるぐらいこう進んでいったところね、左側の山の中腹にね56軒内がほら見えるわけですよ。それを見て大地は「その辺誰かあれを焼いてこい」真っ先に飛び出してね「自分がやります」って言うんでね、この家に向かって兵つけに行った。だからもう何も知らないほら農家ですからね、まだ子供たちが一生懸命に当たるに餌やってこう遊んでても平和そのものでしょ。だけどしょうがない、自分が行きますって火つけなくちゃなんないんですからね、火をつけ始めた。必死になっても男は一人もいないんです。もう60代のおばあさんと子供ばっかりです。一生懸命亀の水を積んでその火を消しにかかるんですけどね、でもねもう消えるもんじゃないです、ね、それで最後ね燃え残ったうちが焼こうとも行きました。そしたらそのうちが我々にほら新しいうちでね火をつける前に何かめぼしいものを探そうと思って、それでずーっと奥へ入っていったらば誰かこの一人寝台に寝てる人がいるんですよね。あれだろうと思ってねはっと布団を跳ねのけたらまだ赤ん坊を産んだばっかりのね婦人です。14、15歳だったでしょうか。それがもうガタガタ震いながらね口も引けないんで産んだばかりなんですよ赤ん坊。私はもうずっとねなんかもう首筋から冷水浴びせられたようにねゾクゾクっときたんですけどね、その時とっさに私が思ったのは
ちゃんころのくせにっていう気持ちになったね。ちゃんころのくせにいい思いしてガキを作ったと、こういうねこう感情がムラムラっと湧いてきたの。よしよしころっちゃい。それで表へ出て手をつけようとしたら60歳くらいのおばあさんがね入り口に立ってねもう必死にね拝んでるんですよ。もうこのうちだけは助けてくれっていうことなんです。でもその老婆をもう蹴倒して、そして入り口から火のついた高粱が泡がポン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 口の中にも山詰めになるほど投げ込んで、火のついたものを投げ込んで、あとは他の泡束をポン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 投げ込むんですから、もう入り口ってもう大々と煙になって中がもう見えなくなるでしょう。で入り口の扉をビシッと閉めちゃう。もう外からはもう窓からはもう真っ赤な炎がゴン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 吹き出してくる。断末魔の叫びが聞こえてくる。まあこの時はなんて言っていいかね、我ながらなんでこんなことをしたんだろうと思いましたよね。その時ね私が家を出る時ねおふくろが言った言葉を思い出しましてね、戦争に行って人を殺すのはいいけども女子供にだけは手を出すなよって言われた言葉がパッと頭に浮かんできてね、それを自分がやっちゃったもんですからね、なんかその当時はまだ初めての討伐ですからね、若干の良心が残ってたんじゃないですか。悪いことをしちゃったと思うね。これはね俺がやったんじゃないぞと、部隊長の命令なんだから恨むんだら部隊長を恨めという自分の両親でそういう慰めの言葉をかけてね、あとは後も振り返るのもと部隊が行進しているその中へ飛び込んで、捕虜奪還作戦点ですごいことやります。それで敵弾頭は奪われてるしね、景気感情は奪われてるし、2人が捕虜になっちゃってるんですからね、これはもう大変なもう報復討伐に出るわけですよね。部落へもいわゆる先遣隊がバーッと入ってきましてね、もう見当たり次第これですよ。片っ端から10人を殺していく。でその時に一番残虐だと思ったのは婦人たちをもう引っ張り出して全裸にして道路に引っ張り出してきて、部落の中央にはもう道路がありますからね、両側には家並みがあるしね、そこへ女という女をもう全裸にしても引っ張り出してきて、それを我々のまだ兵隊東兵社内兵ですからね、社内兵の連中にそれつけやらせて、これはもうこれまだ秋のさっき私が放火をしたっていう作品が終わって帰ってきて間もなくの出来事だったと思いますよ。これでスカスラ行からもう我々はもう着きますけどね、片っ端からついてきますけども、今言った古い兵隊はそれだけではね足らないんですよ。それでついてもう息の絶えた婦人に対してこの家んぼにね竹槍を突き刺してそのまま立てたまま置いて取っちゃいかん。
人殺しっていうのはこういうふうにやるもんだっていうその見本を見せるわけです。これはもう臓物はもうどういこう出ちゃってるしね、でもほら何年もでこうワイ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 やりますからね、もうそういう時にはもうでも何にも抵抗しないまして女をこう銃剣で殺すっていうことはやっぱりいい気持ちじゃないしね、なんでここまでやらなくちゃなんないんかなっていうことは確かに感じてましたね。でもやらなきゃやっぱりもう臆病者だっていう育児なしだって言われる、ね、育児なしだっていうもう思いをもらったら絶対出世はできませんからね。人間性のない人間としての良心が全然なくなってしまっても鬼畜と同様な考え方が人を殺せば殺すことも面白くなってしまってね、ボン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 焚き火をして冬なんかね兵隊がいっぱい当たってるところへ赤ん坊をついてしてそれを火の中に投げ込んでも笑ってられるような心境になっちゃってるのがほとんどの日本軍の兵隊したらほとんど全部がそういう気持ちになっていたんじゃないですかね。この八の地区は完全に我々はもうほとんど焼いちゃうんですよ。焼いてブラックミーは女を殺してしまえっていうのは結局子供を産むから子供が大きくなったら日本軍に反抗するから殺してしまえと、年寄りはもうどっちみ先が短いんだからこれも殺してしまえと、これはずっと上からの命令なんで、中国のねブラックってのは、ね、必ず城壁があるんですよね。で大きいブラックはレンガを積んで高さ5メーターぐらいある。すると小さいブラックは泥を積んであるんですよ。で内側に1メーターぐらいからの人が歩くような道ができてるんですよね。そういう状況があって出入り口は東南シャーペーという4つしかないです、出入り口は。そこのところ火をつけたんですブラックを。そうするとそして今度は兵隊は我々は4つの表門にこう銃を構えて待ってる。出てくると空襲まで出てくるとみんな殺したんだ。やっと出てきたらみんなバタバタバタ機関銃や小銃軽機関銃でみんな殺してしまう。あれはひどかった。私らもそう思いこれはひどいなと思ってましたよ。だけど面白いんですやってることとしてはね。なかなか兵を乗り越えてね来るってことはないですよ。みんなもうあの中で右往左往してみんな死んでいくんですよ。そういうことやってきたんですよ。その辺の男を引っ張ってきて女がいたらセックスさせるんです。それでいよいよ最高潮に手に達したなと思うと上から拳銃で殺して2人と。そういうことをそれはあくまでも面白い半分でやってる。これはでもひどいことすんないい調子になった時上からバターンってそれで終わり。それは本当の興味の殺人ですね。結局競争意識なんですよね。俺は日本人の軍人だという意識があるんですよね。それでやっぱしねあいつは度胸がねえなと言われるのはやっぱり兵隊は嫌なんだよね。ですから何人殺したということが結局一つの手柄になってくるんですよ。それで軍隊というのはおかしなところで日本のいわゆる自分の国におった時には放火だとか強姦だとか殺人というのは重罪犯人でしょう。ところがあれはそれをやることによって軍隊は成績が上がってくるんだからね我々に。八郎軍はいるっていうわけでその時はね。でその部落へ侵入したわけですよ。だけどその女性だけが残っておったんだな。あとは全部いなかったよね。でその女性がいたからもうその時はもういっぱい兵隊もいるし我々の仲間もいっぱいいるからその時はなんていうのかなその婦人に対してすっぱだかにさしてそんでスイカの上にこう寝かしたんです。その時は何の目的で航空慰問っていうあれかもう
敵もいないし情報も分かんないっていうわけで、ただ部落でその晩でそばに一晩泊まるっていうわけだね。裸にしてでこう新聞の中へなんていうのかな、布を差し込んでそこでガソリンをつけて石を燃した。そりゃ私らのみんなそこでみんな集隊人みんな見てるわけだ。もうスパイでも何でもないんです。部落にいたっていうことで、見せしめですよね。要するになんていうのかな、よく日本語で話すと慰問っていうんですか、慰問団っていうんですか、そういうあれですよね。みんなの見てる前でそうやられて、で火をつけて、でその不自由なものともその一軒のうちを焼き払う。日米関係改善を探る交渉は日中戦争、三国同盟、南進をめぐり決裂。日本軍のハワイ奇襲で太平洋戦争が始まった。先制攻撃が功を奏し、日本は開戦4ヶ月で東南アジアの広大な地域を占領した。その時は、日本中が沸き立って喜びました。こんなイギリスアメリカをやっつけたぞと。やはり天皇陛下をいただいてアジアに覇を制するの、これは夢じゃなかったんだ、俺たち日本人は偉い民族なんだと、こういう風呂に取りつかれました。1942年1月、湯浅は軍医として山西省ロアンの陸軍病院に配属された。病院長が食堂に来ている雑技なおばさんを退けて、将校一同に今日は手術演習をやるから解剖室で集まるようにと、こういうふうに宣告されたんです。2人の中国人がこう囚われて立っているんです。1人は背が高い、私よりは背が高いぐらい頬の広い男でした。30ぐらい、割合に、いい農民の服を着ておりましたけれども、じっと下向いてました。私はこの人は、今の人民解放軍の前身の八路軍あるいは共産党員だというふうに思いました。こうおじないんですね。それからもう一人は隣には中肉中背の40か50かの年配のお百姓さん夫婦、お百姓さんでしょう。岩かえたまま手を突き出して「あいやあいや」って本当半泣きなんですね。そうです。そこでは手術台が2つ並びましてね、日赤の看護師が1人ずつついて、そこにこの切断刀だとかメスだとかこう切るハサミをチャ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 言って並べているんですね。自分がこれ切られちゃう、手術の実験されるんだということが分かりましたから泣いてるわけですよ。しかし今思い出しても恐ろしいと思うのは、そこにいる我々看護婦、それから練習に来ている手術練習に来た部隊の軍医、これ4名ずつぐらい、それから指導する外科の軍医1人ずつ、それから手伝う衛生もみんなニコ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 してるんですよ。人が生きながら切られちゃうにもかかわらずニコニコなんです。そうです。怖いとか嫌だとか気の毒だとか態度を示すことはできないんです。クロロエチル、全身麻酔の薬を吸入させまして少しバタバタしますがすぐ病んでしまうんですね。でまず盲腸の手術です。だいたい指2本入れれば盲腸を見つけて、そしてそこを切除するんですが、軍医下手でしょ、初めてでしょ、おそらく。それに盲腸は正常だったら硬くないからヌルヌルして捕まえにくいんですね。1回切ってダメでもう1回切ってもう1回折って盲腸全体を取り出して、それで
中央時ってすごかったのを覚えてますね。で本をで次はお腹に弾が当たった時、これは便が出て先行性腹膜炎を起こしますから、そこをきれいにしてつなぐ、そういう手術を練習する。私はその時かあるいはその次にあったか、ムラムラっとこう寝ているこの材料をですね見てやってみたくなりまして、外科の切断刀を取ってスパーッと切ったんですね。もう人間というよりかも一つのものに過ぎたいわけです。で手をスパーッと切り落としまして、あと骨は残りで切ったなんかするんですけれど、そういうことをしましたし、あるいは、みんなが他を練習している間に、胸に弾が当たりますと出血して窒息することありますが、気管切開っていうんです。それでスパーン入れますとペーッと膜口が、これ酸素が多いですからね、こうやって1時間半ぐらいして、手術を終えまして、そうするともう、部隊の軍医および看護が帰っちゃいまして、あとをしますのは新任の軍医、私たち3名と衛生でした。でお社長さんのはもう呼吸しなかったんで、それは掘った穴に放り込みましたが、でがっちりした人、86の戦士と思われる人は早く息をしてる。そうしますとうちの病院長は、心臓内注射の練習をしてこう血を引きます。で空気を入れてるんですが、これは空気が頭に行くのは時間かかってするの遅いもんです。で私は衛生から聞いて、全身麻酔に使ったクロレチールを 5cc の注射に取って、その兵士の静脈に、左腕ですね、これ太い静脈でしたよ、そこに静脈した半分 2.5cc の時にいっぺんに呼吸麻痺にしましたね。そこでは軍医の教育に、6回にわたって10名を生体解剖しました。そのうちのある時はこんなことがありました。病院長から言われまして、日本の製薬会社からこの脳の皮質といいますかね、そのホルモン、これステロイドホルモンっていって喘息やリウマチに効く薬なんですが、それを研究するから取ってくれって送りまして、製薬会社から確か 10個ほどの瓶を売ってきたんで、生体解剖終わった人の脳でそれで送ったことを何でもやりました。それから1回はこれは全く私の意思でなんですがね、衛生兵を23名ほど教育したことがあります。日本から来て3ヶ月しか経たない兵隊や、まだこの度胸がないだろうと、中国人の生きた生体解剖をやって解剖学を実務で教えようと、その方がよく覚えると、こう考えちゃったんです。実際は図譜とかアトラスですね、あれは模型もあったんですが、全く中国の人の命というものを全く考えない、戦争に有利だったら何でもしようという本当のそういう意識に凝り固まってしまったんです、私から直接憲兵隊へ電話して1人だけもらいまして、そして、麻酔をして、お腹を切って、これが心臓だ、胃だ、腸だって教えました。その時1人が脳陰傷で倒れたんです。そういうことがありましたけど、軍医教育をやるからって40名ほど集まったことがあります。集められたのは大元の軍の監獄でした。その時までよく私はまだ分からなかったんですが、そこへ行きますと、入りますと2人の男がこう目隠しされて、後ろでか前ですかね、分かりましたけど分かりませんけど、湯分かれていてしゃがんでるんです。
そうすると艦首です、白い階級章をつけたのがありまして「やりますか?」って拳銃抜いてパン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 2発ずつぶち込みます。これは麻酔しませんよ。そうすると10人で1人を捕まえて隣の部屋へ行く、また10人が1人を捕まえて部屋へ行く。そこで手術の演習です。先ほども同じようにですね、その責任者が弾を取るまでは生かしとくようになんて言いますけど、私たち下手でしょ。出血はするし、酸素もないし強靭じゃない。いや、それよりかもその痛苦でですね、苦痛のあまりでしょう。死んでしまったんですけど、いつ死んだか分かりません。そういうのは私関係なかったです。とにかく私たちは今のような手術演習をすればいいんです。そのうちまたパン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 4発ですからね、結局40人で4人の中国人でしょう、生体化物しちゃったわけなんですよ。日本軍は八路軍の補給基地を潰すために一定地域の住民を指定した場所に移動させる集荷工作を行い、あとは住むことを許さぬ無住地帯とした。山の上高いとこへ上がって下を見で、家があればやじ払うで、人がいればもう近いとこなら鉄砲、遠いとこはもう銃機関銃でね、もう撃ち殺す、こればっかり毎日やってた。こちらから八路軍が2名ちょうど一番高いところで、それこそものの5、6メートルぐらいのところでばったりでっかい。それで八路軍も私らの方が優勢だったですから、陣営的にもね、僕は2名で、それで私の前を切って下の陰へ飛び降りていったわけ。それで敵だと、だから裏の兵隊たちがすぐに出て、その時に私が逃げるのを拳銃で2人ともやっちゃったわけ。200メートルぐらい近い畑に40歳前後の男の人がいた。あの当時部落にそういうその若い働き盛りの人が普通ほとんど見られなかった。お前今の八路軍と何か関係あるのか知らない。夕ごまれんとこに泊まんなかったか、泊まらない。いいから、よいしょ来い。後ろでね、朝縄ですぐ近くにある木の枝へ紐をつけて、それで吊るし上げる。またこれが逆のなって吊るし上げられるんですが、これがだんだんなって今度が行きますと、ここと肩が外れてこういうに下がったみたいになっちゃうんですね、裏から上がっても。それで下からちょろちょろ火を申してお尻あぶったりおちんちんへくっつけたり、それで拷問、それでも知らない、そのうちに黒つきになっちゃったわね。それでもうその時にはもうはい言えばもう軍隊長が兵隊にあそこ言うだけで食料持ってきても兵隊は穴掘り始まるわけで、その穴の縁に座らして今度は諸年兵の肝っ玉のちっかいおとなしい兵隊を連れてくるわけ。お前一つ訓練やろ言った。鉄砲の先に剣をつけて7、8メートル遠くから来て「いやー」って言って「いやー」つくわけで、普通の諸年兵は青くなっちゃって、そこまで行って古いっちゃっても刺さんない。まだもう一回ということで3名の兵隊にそれを使い、もう全然その人は意識をなくなる、
で私が最後に拳銃で2発背中からで穴の中へ放り込んで土かけて帰ってきちゃった。その無事打ち台にいまして、私が分隊を連れて山の上へ上がったところが、その種間に一軒家がある。すぐに伝令を飛ばして大将のね、あそこの種ねうちを発見しましたと報告しましたら、不入分隊で処長しろっていうわけで、分隊の主力を山の上に警戒置いて、で2人の兵隊連れで3年でそのうち降りていきました。行ったところが5歳と3歳ぐらいの男の子が2人。でうちの中に入ってみたところが相当のもう年寄りのおじいちゃんが寝てるわけです。寒そうに寝とった。はい、出ろ帰るぞ。全然動かない、まあこのうち焼けば出てくるから、おいことそこの高粱柄と泡柄うちの中に持ってこいって。弟松井という兵隊2人命じてね、うちの中へ泡柄高粱柄を詰め方つけろって、つけたい、だんだん無理だ。さあおじいちゃんは動けない。孫ら2人して泣き泣きね、おじいちゃんを助け出そうとするがまだ小さい子ですからそれもできない。泣き叫びながら右往左往してる。でこのまま置くのはね、これはうまくないと。そのうち八郎君が必ず来ると、俺たちからで今日のやったことを彼らに報告されると困るから、これは処分すべきだという私の頭にひらめいた。ことまずい、お前ら人で伝えるよで、でものの10メートルも離れてないとこから彼らにその2人の子供をね撃ち殺した。でそのうちね屋根に火が移り燃えて胸が落ちて、そのおじいさんは焼け死んじゃった。でこういう場所へ行きますと、私たちは使えるものはもう何でもない。日本軍に使えるものなら持って帰る。それ以外のものはもう穴室の中から何から探し出して、あるたらいもの全部出しはもしちゃうか、鍋釜なんだ全部ぶち壊して使えないようにしちゃうということは、八郎軍が来てもそこで利用できないようにしちゃう。1942年6月、日本軍はミッドウェー海戦で惨敗を喫したが、大本営はこれを大成果と発表し国民を欺いた。中国戦線ではアメリカ空軍の使用を防ぐために浙艦作戦、浙江省以南の中国軍航空基地の破壊作戦が行われた。アメリカの本格的反撃が始まり、日本は深刻な国内労働力不足と物資不足に直面していた。東条内閣は華人労務者内地移入に関する件を閣議決定し、中国人の強制連行、労工狩りを行った。中国人を労働力を日本に移入しようと、軍の力を借りて強制的にね集めようと、これがまあ強制連行作戦なんですね。でまあ私参加したのはこれね、1942年の秋口や、9月10月11月と3ヶ月間にわたってね山東省でやったんですよ。でこれにはね、これ軍の
12軍っていう軍がまあ大体山東省全体のね最高司令部ですけども、その12軍の作戦としてやったんで、都合作戦という作戦だったんですね。でこれにはね大体15,000人ぐらいの兵力をこちらで動員してるんです。大体15歳から、まあ、45、6歳ぐらいで、屈強な男性、まあ、労働力に耐えられるというね、そういうのを選んでとにかく捕まえろということでやるわけですね。で私が直接参加したのは今度は山岳地帯の方なんですが、今度は横にずーっと並んでですね、一人間隔が50メートルだから1個分隊で、まあ、500、600メートルぐらいのね幅に広がるわけですよ。でまた次の分隊とそれザーッと横に広がって、でやり方は同じように旗みんなそういう鉄砲の先に日本日食つけてですね進むわけですよ。だんだん片っ端から有無を言わさず人が見たらとにかく捕まえると、とにかくその包囲網の中に押し込んじゃうと。でこう逃げようとすれば鉄砲向けでしょ、だから逃げられないですよ。私たちの43大隊だけで、その集落に集めたのが400、500人いましたね。でそれうちこうずっと分けてですね、まあそういった300人程度が、使えるなというんでまあ捕まえたわけですね。まあ部落農耕やってた人なんか本当に気の毒で、朝お弁当持って畑へ出てきて、それっきりもうちの人の一言の何にもない神隠しにあったみたいにこういなくなっちゃうんですね。だからうちの人なんか本当にまあ困っただろうと思うんですが、で牛や豚もねやっぱりそこ集めちゃったんですね。やっぱり300頭ぐらいいたんですよね、かなり。でこれをね夕方全部呪術庭にした農民たちにまた引っ張らせて、でずっとねまあ、いずれ貨車が配置されてその集結地を送る駅まで連れていかないかんですよ。でそこ山をどんどん下っていったんですがね、これは本当に異様な風景だったですね。人間がぞろぞろこう数珠つなぎでいく、その吹きを、その着剣した日本の兵隊が大体15人か20人に1人ぐらいね、その中国人の列に1人ぐらいこうついてでその間にね牛だとか馬がねやっぱりゾロゾロ行ってるわけですよ。それが延々たる列なんですね。ざーっと山見るとね、いやすごく集めたなと思いました。私ちょうど駅の構内にね、まあ大して大きくないんですが赤レンガ造りの穀物を入れとく一時入れとく倉庫があったんですね。鉄の扉ですよ、ガチャーンと。これはいいってわけで、そこへねその連れてきた捕まえた人たちをみんな押し込んだんです。ギュッギュッ窓も何にもないところです。上の方にこんな小さなね空気抜きの小さな窓がちょっと一つあるぐらいで、明くる朝ね、まあ、かなり早い時間に、まあ、貨車が廃車になったらしくて、私のところの小隊長とかね、そういった将校たちがずっとこう見に行ったんですよ、駅のねところへ。で私たちは宿舎の方で分宿してまして、いたんですが、小隊長帰ってからね笑うんですよ、あははって。何に笑ってんのかなと思ったら、他の隊長と一緒に「なんだせっかく引っ張ってきたのに半分行かれちゃったよ」って。まあ知ったら片っぽの人で「しょうがねえな、まあ足んなきゃまた引っ張ってくるさ」ってそういう会話が聞こえたんですよ。でもちろん食料なんか与えてないわけでしょ、水も飲ましてないでしょ、排泄ももちろんするとすればその中でやるしかない。そういうねいわゆる、まあ、牛豚猫動物をあれするのと同じような感覚で人間を扱ってたという。でしかも半分いかれたよってケラケラ笑った会話をするほどやはりこの人間の命をね軽んじていたなとつくづく思うんですね。戦後外務省は日本へ強制連行された中国人38,935人、うち6,830人が死亡したとの調査報告を作成している。小麦シューマイ作戦というのがあるんですよ。
要するに小麦の略奪作戦ですよね。でそれは日本から三菱のああいう財閥が来て直接支持をするわけ。今度はブラックを全部一軒一軒焦らず小麦という小麦を全部略奪するわけで、私はそこで遭遇したのはね、ある一人のおばあちゃんですよね、老婆で、老婆がこのくらいの小麦の袋を持ってるわけです。私がそれを取り上げるとしたら、要するにその人、私の足元にすがれていてね、この小麦だけは持っていかないでくれ、この病人がいるから、病人に食わせる小麦がこれしかないんだから持っていかないでくれ、要するに足元に投げながらすがりつくわけですよ。だけどそういうことを私の耳に入りませんからね、足元を蹴っ飛ばして、そのおばあさんを蹴っ飛ばして、で小麦を取って、さらにそのおばあさんが私の後をついてくるわけだから、それはね、その要するにブラックにはクリークっていうのがあるんですよ、ちっちゃい沼がね、そこの中へ放り投げて、そのおばあちゃんは。それで他の人もそういう状態で20人ぐらいブラック民がいましたから、それ全部クリークの中へ入れちゃって、で景気火事で一斉射撃、クリークの中に。だからそれがもうクリークの中、いくらも水が少ないからもう血の海と化してしまった。そういうようにして小麦を略奪するためにそういう殺害をしてるわけですよね。南方戦線ではアメリカ軍の圧倒的物量による大反攻に日本軍の敗退退却が始まった。東條英機が作った先人訓、生きて領袖の恥ずかしめを受けず、その後太平洋の島々で反復されることになる玉砕は降伏を許されぬ日本軍の悲劇であった。欧州では三国同盟の一翼イタリアが無条件降伏した。日本は南方占領地域の指導者を集め大東亜会議を開催、戦争完遂の決意と大東亜共栄圏の確立を宣言したが、それは傾きかかった日本の戦局と隔絶した茶番劇でしかなかった。アメリカ、イギリス、中国は日本の無条件降伏まで共に戦う海路宣言を発表した。中国戦線では海北からの遊撃戦を展開する共産党八路軍、アメリカの援助を受けた国民党政府軍との展望なき消耗戦が繰り返されていた。支那派遣軍第11軍は主として蒋介石の国民党政府軍との戦闘に当たっていたが、湖北省の第39師団は国民政府の首都四川省重慶に最も近い部隊であった。で連隊本部で第10中隊第2小隊長を命ずと、そういう命令を受けまして、で中隊長と一緒にその中隊の位置へ行ったわけです。その時初めて自分の部下になる兵隊さんと面と向かったんです。びっくりしたのは目つきがね、人間の目じゃないんですよ。虎ヒョウのね、先を打った三角の目でした。でも連中はもう何回となく砲煙弾をくぐった歴戦の勇士である。でこっちは全然まだ戦闘の体験がね、戦争を知らんわけですよね。でこの連中を指揮できるのかっていうのはね、いわゆる小隊長としての自信といいますかね、これぶらついたんですよ、これでね。そしたらその翌日からもう連隊に行った見習い士官22名だったんですけども、翌日からその22名を集めて1週間で野戦小隊長に仕上げると、こういう教育が始まったわけです。そして一番最終日、1週間の最終日に行われたのが見習い士官の度胸試しっていうの、腕試しっていうの、生きた人間の首を切るってやつですよ。田中醤油がね、まず最初に
人間の首はこういうふうにして生きる言うてその模範を示すわけですよ。で兵隊がこちらの方に20数名のその目隠しをした中国の捕虜がいましてね、これはその私が行く直前にやった作戦で捕まえたものらしいんですけど、その後ろに立って斜め上段に振り返って「いや言っても知恵もっとも振らして2メートルぐらいこう飛びましてね、もうこの両方の毛糸前からシャーッとこの血の柱が2本出まして、そしてコロッとこの穴に転げした。その状況はもちろん私たち初めてのことですけども、その何て言いますか、すごさっていうんですかね、そういう意味でも立ちすくむというんですか、体が硬直した感じだったですね。そしたらもうすぐ並んでいる右から「おい!」ってこう指名しましてね、私は4番目ぐらいこう出たんですよ。その時にこんなことが許されるのかというのを私も一応カントの何をですね、実践理性論のあえてなんか読んで人格主義ということは自分じゃそのヒューマニストのつもりでいたわけですよ。でこんなことが達して許されるだろうかというあれがちょっとよぎったんで、しかしここでへまなやっちゃもうこれはダメだと。要するに模範の通りねやればいいだろうと自分に言い返して現場行ってその通りやったら簡単に首切り落として、その瞬間なんか下っ腹にずしんと自信めいたのがなんかわからなかったんですけどね。でも中にはその22名ほどいたもんですから手元が狂って頭に傷つかれて首もあるわけで「何やってんだ後ろからつけ!」つくと急所を外れて「のけ!」って言って今度は何が田中衆が来ましてね、蹴飛ばしてそれから切り殺すと、こういうことがありましてですね、もう22名が終わった後は血の海なんですよ。そしたら最後にね1名まだ残ってたんですよ捕虜がね。そしたら将校の方に向いてその田中衆が「どなたかご希望の方ありませんか?」って言ったら「はい」って手を挙げた小さんの注意がね風呂敷包みを持ってとっととっと歩いてきまして、最近新軍刀を買ったというわけですよ。本当のだから試し切りなんですよね。でその動作がねもう本当にお強さなんて言いますか朝飯前っていうような感じなんですよね。でさっさと出てきて風呂敷から置いて向いてさってって引き上げる。その動作にとって本当にこちらの方はもう本当気違いになるような状態なんですけど、ごく日常的な動作でねやって引き上げたんで、それを見てびっくりしたんですけども、夜の天候に兵隊さんと面と向かったら全然引き目感じないんですよ。そして兵隊さんの目つきが悪いと感じない。でおそらく私の自分で首切った瞬間私の目つきが変わったと思うんですね。でお互いに目つき悪いと感じない。そしてまた変な自信めいたのでですね、相手歴戦の勇士であるけどちっともなんて遠慮がいわゆる引き目が感じない。それで間もなく戦闘の中で何回となく突撃というのをやるわけですよね。連隊長自らが白楊寺付近の住民は敵に、内通してる住民だから遊撃隊はもちろんのこと陣地を与えて敵に破壊して女子供のいたらまで全部殺害してよろしいと。で物資はなるべく、持ち帰って引き上げる時に家を焼き払ってこいということを直接連隊長が大隊本部で命令したわけです。でいっぱい、宿屋を挙げてですねで出たわけです。この白楊寺と呼ばれた大体約100個ばかりの部落でした。私は小隊長ですから30名くらいの母校をですね3班に分けて、で大体私が狙ったのは6、7軒の固まった部落をですね
一番端に警備幹事を据え付けておいて「いざ」と言って見込みを遅いのは必ず慌てふためいてこの川原を裏に川原がありましたから川原自体に逃げるだろうかとそれを見かけてそこへあらかじめその警備幹事を据え付けて命令したらすぐそこへ撃てと逃げるやつは全部撃てというように命令してで3班に分けて夜明けを待ってしたらもう向こうの方ではもう鮮明のものが散らばってますからもう包囲してますから方々でパンパンを飛ばしやすた私こう高いとこから見とるともう転属した老婆みたいなのが川原を舞台に逃げていく子供をついて逃げる老人もおるしなんだってなんかこうして、見ている男もおるそんなのがね川原を逃げやつ撃てって命令したもんだからそれを警官でダダダダーとあそこで30名くらいは殺したでしょうでそういうことを約3040分もやってるうちにもう気の早いやつはもう火つけて火つけて方々で煙が上がりだした大体これ一通り火種がついたかなと思って私は当番を連れて比較的一番大きなような家に入っていったんです。若い女が一人もう体振りながら横たわっておったんです。もう一目見て病人だということはすぐ分かりましたよ。で私当番がドカドカと入る途端にそこの寝台をその体にかばうようにねその父親のその農民がねそれをかばっていましたよ。でわしが中へ入る途端にその父親が私の前に土下座をしてねでその頭を地べたにつけて「大事大事どうぞ許してくれ」と「娘は病人だ」と「わしの娘で病人だからその命だけは助けてくれ」もう何でもするからもうこれやってくれと何そんなことで謝れば謝るほどむしろ私自身が侮辱されたような感じにして何こんなやつらにあれしてたまるもんかと思って当番にこいつらも同じその日本に反抗するドバキショだからまずその女から突き殺せと。撃つのはもったいない弾つかんで突き殺せって命令したんです。早くこれなんかつかんかいどんなやつでしたと同時にその父親の百姓がですね私のこの両足にしがみついてきたんです。何するかって言うと同時にバーンと一発その銃銃がしてですねその三畳の部屋にこの硝煙がパーッと漂いましたよ。その父親の目の前でその病人を撃ち殺してしまったんです。でそれが終わるとすぐ「よしこっち引っ張り出せ」ということで私とその当番と嫌がるその農民をですね2人で両手をつかめて外へ引っ張り出してで同じようにその引き継いできた他の班のやつが連れてきた56名いましたかねその中国の農民の縄でつなぎしてその私が引っ張り出してきたその農民もその縄でつなぎにしてで秀が殺してきた豚やそれから鶏や穀物やもう血たるような豚を腹を湧いてしたやつをその農民の肩や背中に背負わしてですね全部火つけそこで私の命令で全部その家に火をつけて先ほど殺したその病人の部屋もその父親の目の前で焼き殺してしまったんです。でその結果その大体全部ではですね大体
200数十名をここで殺害してるんです。それで全部一般の農民、女子供ですよ。謀略部隊ですね、挺身隊ってね、謀略部隊ですね。要するに、日本軍であることを隠すために奮闘し、もメイドインジャパン、鉛筆一本持っちゃいけないって髪を伸ばせ、そして、いざいう時には全部国民と全く同じ服装で帰って裏で火つけたりね、情報収集、そういう任務を帯びた時にね、入る時なんかね、全部中国軍ですよ。怖いですよ。その時はね、休憩するでしょ。だから住民残ってますよ。同じ国民党の一人系お茶出してご苦労さん言いますよ。でも出る時はね、5人ぐらいのね年寄り全部殺したです。銃声はできるんでしょ、いっぱいおるけで、つけば血が残るでしょ。井戸に投げ込んです。それ指揮官ですよね。ずっと見とって、そんなこともね、自分の命欲しさね、そんな住民のことなんか全然考えなかったんですね。3人で戦死が出て、で1人負傷して電車で帰ってきて、1週間目のその近くの必ず通報しとるに違いないって5人対応してきて、もう徹底して拷問しましたよ。衛生の証拠がね、静脈に空気入れてね、どれだけ持つかいう生体実験ですね、あれもやったりね。あれはね、それはね、生体実験は大隊長の命令じゃないんですけど、そういうね、下のね証拠や責任、それらが暴走軍ですか、やりました。おさみとも来たら紫の塊がねずっと前進走りますよ。でもまだしないとね、ほんま紫の塊がね体中走ってまだしませんよ。思うとね、少々医者がミスして結果ミスぐらいしなさい前思いましたがね、それにして最後にはもう死なんけいて、穴を掘って殺したし、あとの3人は5人で1人は指定部送って、あとの4人は生体実験1人、あとはね穴を降らしてね、その人間にで前を並ばして、あれはみんな切ってない証拠でもんじゃないですか。日本みんなお前きれいってね、よっしゃ嫌じゃ言って、お前育児なっちゃ言ってね、わし切っちゃけ言って、経験者一つやるでしょ。でお前やれ言って、そういうのしてね、タバコ殺す前にはねタバコ吸わして、でもね農民はね最後まで助けてくれ言いますよ。それでもねもう私なんか障子持って逃げんように監視ですよね。生きてますよ、その可視官もね、将校も「あんた切ったろうが」言ってたら「あれはしょうがない」言うてね、中隊長でも刺しでね 4,5 人切ってます。刺しの様子この人の分民家から見えんところでね切っちゃう様子かよから、あこはね、うちの中隊第一艦銃中隊が持った文章では殺人文章いうぐらい異名が取るほどね。特に情報主任時代にですね、もう捕虜住民の虐待、その拷問かけてもねほとんど白状する者はおらないんですよ。というのは果たしてそれは本当の密偵であったかどうであったかがわからないんですよ。知らないから言えないのを今考えると本当大半はなかったかと思いますよ。あらゆる拷問をかければですね、その人は一言も喋らなかったですよ。でむしろその反抗的な態度を取るからね、もう1ヶ月以上そこへ
ぶつ込んでおったら全然口割らんかったですね。いよいよもう多分だから私も業にやしてですね、それまでにも2回くらい、自分で惨殺をやったんですけどね、試し切りやるとか見に行こうっていうところでずっとみんな見とんですよ。で私は当時さまざまの村重にですね、剣道の有段者がこの試し切りと緑と普通のバッタゲと違うんだと、俺が着るのはちょっと違うんだと、喉の皮を一枚残してくるのが有段者の私も剣道を読んだんだと思うんですからね、緑、そこで思いっきりスパーッとやって、もうそこで力を止めるわけです。それとパーッとこうそこで首が切れて前ぶら下がる。それと血がバーッと15、30くらい吹き上げて息が絶えるんです。それを足で踏みつけて前のね蹴落として「どうだ見たか」さも誇らしげですね。それをダンスして書いた。でその晩はさすがにあんまりいい気はせんけど宇佐川先生の飲み出ましたよ。これはどういう現象か分かりませんけど、ずっとね時々もうなされてね、結婚してからも「あんたよなされるね」って言ったけど、ここ3年はねあまりうなされなくなりましたね。年の関係か知りませんけどね、何かしらがねうなされてね、その追っかけられるようなね、夢ですよ。まあその時の私は初年度としてはね物資収集に行ったわけです。主には物資を弱だけですからね、あんま住民を追い払えんじゃけ、重機に並べてね一斉射撃した。一斉射撃して見たらこれはもうじゃあ逃げ先ほら行けって。でみんなもう我先に行ってもうその一つのこの城壁のある大きなブラックだったんですけどね、村上見てね上等用ってね、それがまあそういう収集なんか行く時ってなんかもうちょっと別れて行動する時ないすぐわしを引っ張ってきて一緒にこうしてそれで行って大きなそのまあ何のうち入ったわけですよね。そしたらそこでまあ父親があれ70歳ぐらいだったよね、人が死んだことがあってね、そのそれまあ20歳ぐらいの空なんですよね、人がおったわけです。それでまあ「おい小林これはもう一つ戦果を見つけたのこれや」言うてその死んだ人にね卵を入れとったんです。それで娘がこれを出してきてね、父親に食べさせようと思ったんだらまあ思ったんだろうがね、それを出してきてねこれをあげるからこらえてくれって父親をこらえてくれって、まあそれを投げ捨ててね、村上道東がこの親父をなんとかせえ言うていう難念を受けて、それでまあ初めはもう布団履いたりなんかしようたんでがなかなかこの空年がね布団はぎはすぐまたかけてやったりしてもう打撃って離れれんけね、でもしまいにはその空年を蹴り飛ばしてね、それから引きずりして引きずり出て向こうは土間で石畳が多いですからね、その上叩きててね、それで蹴り飛ばしてなんかしてね、それでそのまま殺したわけです。はい、それでまあ一人になったら今度は村上の手が生えていってね、それを犯して「おい小林今度は行ってこい」って
それで行って犯したわけですけどね。それでまあその時に出てきたらすぐ船が飛んできてね父親にして、その時に日本クイズでねまあ言うたんで叫んだんで、まあ、言葉はようわからんですからね、そのまあ形相がでもうそれはものすごかったですけどね、もうふけいたたまく飛んで逃げたんですかね、そういうことをやらなんだらね仲間の中に入れてもらえるんですわ、やはりもう一つのそういう女を見てよう強姦せん、人を見てよう殺さん、物を一つもよう取らんようなもんだったらね、もうみんながね仲始めですよ。戦友からもうみんなも仲間ですよ。もう人を殺したり略奪したり放火する、これは上官の命令で通るですからね。強姦とか何したら上官の命令を取らんです。これはまあ戦時中もう茶飯事の行われとった問題ではあるけどもね、これはもう上官の命令いうわけ昔ね、これを告白したら自分が全責任を負わないけんいう気持ちがあったですからね。他のことはみんないろんな人にも話すことはあるけどね、これだけはまだ誰にも話しては女房ですよ。このなんか出てこれを見てからね初めて知ったの。まあ女房は何も言わなんだけど、これはなかなか一般的にこういう何になってきたら話せないですね。その部落を攻撃してで古い兵隊というのは必ずねこの強姦を女を探すんですよね。兵隊の残兵を探すんじゃなくて女を探しまうんですよ。それで部落うちの中に入っていった。そしたら戸が閉まっておったので行く先に必ず2人で行くんですよ。2人でね、1人がやって1人がこう表へ出てこう監視してるんです。こうやって誰が来ないかって監視してる。で1人がやって交代交代にやる。音道の奥の方に女の人が4歳ぐらいの子供たちでじーっと座った。だから声がもうピンときて「金子お前は表へ」って蹴り返しておった。で私を表とされた。そうしたら今度はその部屋の中でわわわわ女の泣き声が聞こえる、小平の叫びが聞こえる。でしばらく経つと小平が女の髪の毛を掴んで表へ出てきたんですよ。ね、そしたら「どうしたんですか?」って言ったら「こんな甘ふざけたまだ」させないってわけなん。いやこいつを殺してしまうからお前一緒に帰ってあげる。で小平は髪の毛を持ったまま女をずーっと引っ張ってやった。でちょっと行きますと白場があったんです。白場に井戸があったんです。井戸のところにできたんです。それで金子お前足を持っていったわけで私は足を持って、それで小平がその女を背中に井戸の丸い縁があるんですよ。あの縁をつけて私が足を下から持ってプシャーンプシャーン。ところが子供が終わったのを私は忘れておったんですよ。だから子供が「まあ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 」とほいでは子供が腕の縁をぐるぐるぐる回っとったけども自分が背が低いから手が届かない、中が見えない。それで今度はまた石へ帰って椅子か小さい箱みたいなのを持ってきたんです引きずって、それを出会いにして上へ上がったんです。それでこう見たら、まあ、見えたら目が分かんないですけどね、まあまあ最後まで自分がピョーンと跳ね上がって思ったらそのままバサーン水の中に落ちてちゃった。それを見た時はさすがに私たちもドキンとしちゃった。それでこれが車がかわいそうだからお前手榴弾投げ入れろっていうわけで私は手榴弾をその中にぶち込んだ。でこれは今もって自分が子供を産んでね、あるいは子供がまた孫を産んでその年をなともう今もって忘れないんですよ。出てくるんですよ。これは当時残酷って言えば残酷でも何とも言えないこうあれが残ってますね当時私にはね。で部落へ入るでしょう。部落へ行ったらまず古い兵隊は女探し。その女を探して一箇所集めてくるんです。それで夜になったらどこどこどこで呼ばいやるんですよ。あるいは一人の女でもう7、8人の兵隊が臨艦するとかね、そういうことやったと。それで中隊長は黙って見て見ぬにするんですよ。これは知らんかわいだ。よっぽどの会議にはほとんど私の一人入んないでね、強姦やって軍法外に回ったとは一人もいない。中隊長は何とも言わない。黙って知らんかわいだ。
局自分の成績に関係してくるから言わないんですよ。そこのところ我々に目当てがあってね、だから作戦に行けば何ぼでもできるという頭があるんで、だからね、まあ、今もって思うと我々の種が相当入ってるのがいいんじゃないかっていうのそういう気持ちもあるよね、はっきり言って。みんなこれやります、兵隊は。やらないっても嘘だよ、私に言わせれば。でいつ死ぬか分かんない。22歳の若いあれでしょ、兵隊が。年を取ったって軍曹あたりと24、5だ。だから娘が見ればすぐに交換する。だから作戦に行くためにあっちの村こっちの村だとみんなやってるわけだ。それは強姦っていうのは要するになんていうかな、軍隊の内務令でもね、戦場において夫人を強姦した場合には銃殺だっていうあれが法に載ってるわけですよ。だから公電とはほら出さないわけだ。全部隠してるわけだ。で後々強姦した場合にそのまま残しちゃいけないから、あとバレちゃうからその場で殺しちゃうわけだ。殺しても分かんない。みんなそうですね、強姦した後は全部殺しちゃってる。シナ派遣軍は頻繁となった中国軍航空基地からのアメリカ空軍の爆撃を防ぐための基地破壊と北京から仏印をつなぐ大動脈確保を目的とした大規模な大陸奪通作戦を行うが占領地を確保できなかった。その頃南方戦線ではアメリカ軍に制空権制海権を完全に奪われ、孤立した日本軍部隊の玉砕が相次いだ。サイパン陥落の責任を取って東条内閣は総辞職した。日本軍はもはやアメリカに対して人命を無視した特攻攻撃以外に戦う術を失っていた。中国の日本軍も制空権を中国アメリカに奪われ、蒋介石の欧米列強を抗日戦に巻き込む長期戦論、毛沢東の日本軍を中国人民の大海に沈めるという持久戦論の前に崩壊を始めていた。やがてアメリカ軍の中国大陸侵攻上陸が予想され、北シナ方面軍は対米陣地構築と八路軍撃滅を目的とした修練作戦に従事する。その逃げ遅れた農民を約40名ね、大隊が持て余してたんだ。そして男の30名ばかりを各中隊7つの中隊にばらまいたわけ。検閲のためにね。で私の中隊には4名の割り当てがあったわけで、私はその当時少年兵の助教という役をやってた。私は農民だと、殺さないでください。みんなもう必死になって頼むんですね。その中にね1人だけ14、15歳の少年がいたんですね。これは答えたんですね。彼が言うのには、私には母親がたった一人生き残ってんだってね。返してください、殺さないでくださいって言うんですね。まあちょうど私も母親がですね70近くになって、まあ、一人で生きていたわけですね。だから彼のことは本当にね、胸を突き刺したんです。でしかしその願いをですね入れることは僕はできなかったんですね。戦争には道に外れたこと、非道という言葉ありますね。非道はつきもんなんだと、これはしょうがないんだということで自分を言い聞かせて、そして彼ら4人をですねその刺激兵、この柱に縛り付ける役目の兵隊たちに全部渡したわけ。機関銃というのはね、普通の小銃を持った中隊と違って、なんちゅうんだな、銃の先に剣を刺す
これが銃剣ですね。それでつくんじゃないんですよ。重機関銃中隊というのはそれはありませんから、ここにあるこんな短い五芒剣だけを持ってね、敵に向かっていくわけだ。これで刺すんですね。そうすると「つかめ!」と言うと剣を抜いてみんな気違いのようになっていくんだけどもね、前行って止まっちゃうんですね。刺せないんですね。多くの者は止まる。バカ野郎敵だっていうその教官の声でまたやるんだけれども、あれつけないんですね。もう上行ったり下行ったりね、横行ったりで、教官が確かに兵隊がついたというところを見てよしというあれをかけるわけでしょ。そうするとまあ最初の4人が終わる。そして次へ出す。全く状況同じなんですね。で同じことが7回8回繰り返されて、まあ少年兵の教育は終わったんですけどね、その後のね、その人間の腹渡があんなに長いものだと僕は思わなかった。4人の中国人はみんな腹渡をデーッと地面までね垂らして死んでいる。その晩中隊ではですね、少年兵が要するに検閲が終わったっていうんでお祝いのお酒を出したんですね。そして古い兵隊がみんな寄ってたかって「おめでとうおめでとう」と「お前たちはこれでやっと一人前の、兵隊になれた」と言って、肩を泣いたりねするんだけども、少年兵はどれもみんなねもう死んだような顔をして、最後まで晴れなかった。その地雷踏み、中国の民に地雷踏みをさせたということはね、中国人の要するに龍マスとかその他を担ぐですね、いやクーリーという名で我々呼んでたんですね。苦しむ力で、これはね、どんな作戦をやるときにもその何て言うんだな、日本の軍隊はその健康省というところに行って明日何時までに何名のですね、その要するにクーリーを集めておけと命令するんですね。そうするとその健康省は各部落へあれを割り当てて、そして人間を集めるわけ。100名ぐらい集めたのかな。それでその百姓クーリーたちがですね、自分で担ぐ場合もあるし、ロバを持っているものはロバを持ってくるわけでしょ。そのロバに積んできた両松ごとですね、まず最初にロバがやられたんですね。で道は危ないからそれじゃ畑を歩こうって言うんだね。その時のその隊長の命令で畑を歩いた。畑を歩いたこの兵隊やられちゃった。これでね、隊長が考えたのは、その要するに荷物を担いでいたね、その中国人をね、だから一人の者が2人分、その20名ぐらいこう前集めちゃったわけです。それを前にねずっとこう一列に並べちゃって、その後ろをね数名の日本人が銃剣持って逃げないように。これはすごいことですよね。生きた人間を地雷探知機の代わりにさせる、あるいは地雷踏みをさせたわけですね。そうするとそれ以後というのは日本人は確かにね被害はなかったんだけども、その先頭を預かれた20名のね、僕の記憶では 4,5 名の者がね跳ねとされて負傷をしたり、あるいは死んでしまってるんで、本当ね負傷が出ればそのままそっちロバに捨てて前に進む、死人が出たって前に進む、そういうことをやったわけで、それは要するに逃げ遅れた中国人捕まえたり、畑でねうろうろしたの捕まえたりしてクーリー代わりに使うんですよ。それでそれがぞろぞろ作戦中は使って歩いてるんですが、向こうのだから中国人の人はこれ作戦が終われば釈放されるんだろうなと思って一生懸命ね我慢してついてくるんですよね。ところがいよいよもう明日か明後日はその集結地に行くんだと。そうするとこの人間今から話すわけにいかないとバレちゃうと、行き先が。そこでねちょうど私大隊本部にその時いたんですが、各中隊からどうします部隊長、連れたれた捕虜をどうしましょうかって言ったら「ああ適当にしますせ」って言ってるんですよ、部隊長がね、大隊長が。適当にしますせってことは要するにいつもやってるようにやれと。
いうことなんですね。それで各中隊から来た命令自動車がはーって帰って、その晩ね道を通ったんですが、ダタバタダタバタって足音とね、ヤーって音とね、ギャーっていうその悲鳴とね、とにかく5060人をいっぺんにやってるわけでしょ。もう本当にすごい残虐なね行為がまあやられたんですね。で明くる日出発する時にちらっと見たらね、もう池の水が真っ赤になって、もう死体がもう浮かんじゃってね、でそれをそのままほっぽり出して次のとこ行くわけですが、まあその頃ただ私はもう神経麻痺してますから、例によってまたやってるなと思うくらいだったんですよ、やれやれっていうようなもんでね、アメリカ軍の日本本土空襲は激しさを増した。硫黄島の日本軍玉砕、アメリカ軍沖縄に上陸開始、欧州戦線ではドイツが連合国に降伏した。アメリカ軍の本土上陸は必至の情勢となったが、軍部はなおも本土決戦に望みをつなぎ、高度死守、一億玉砕を唱えた。中国の北シナ方面軍の兵士たちは逼迫した日本の情勢を知らぬまま修練作戦を続けていた。ひどいのはね、1ヶ月間の作戦行動にね、食料は2日分しか持ってないんですよ灰の中に。あとは現地調便すべしって言うんですよ。現地で調便すべしっていうのは、だからそれ取って食えってことなんですね。民家止まんでしょ。そうするとね、夏はねこんなみんなおっぴだしょ。表みんなおっぴだし。それでね、中国は持つものはあんまりないんですよね。でこういう火災とかみんな壊したんですよ。壊してね、我々のご飯を炊いたり、それから夏暑い時にはね、お湯を炊いて、そのお湯を亀の中に入れて風呂やるんですよ。それでもしやみんなこの火災とかみんな壊しちゃうんで、冬はどうかと、冬はやっぱこれを全部出しちゃって、一晩中これをもしきして真ん中にずっとねレンガを張って、そこで炊いて、上の屋根を今度は煙突の側に穴開けちゃって、煙が出てくる穴開けて、そういうことです。そうするとね、その部落に一旦入ったらね、豚は殺す、鶏は殺す、野菜も食っちゃう。一個大隊が止まったら大体1000人でしょ。1000人の兵隊がみんなそうやって入るやっちゃう。部落が、ね、ほとんど全滅ですよ。聞きますと大体ね、もう8年間ぐらいはもう経済復興できないって。半月ぐらいおりましたかね、部隊が。そのためにもう本当に肉類は全く底をついてしまったの。そうするとある日ですね、第1中隊では人間の肉を食ったっていうんですよね。それが噂が流れてきた。肉という肉は全然食べないんですよ。どこの部落行っても野菜もないし。ところがね、不思議に一人の若い女性がいたわけです。他にはもう誰もいないから、私しかいなかったから、その場で合会して、いややった後、殺して、その時はちょっと頭が来たんですよね。肉がないからこの肉を食べさせてやろう。私はちょうど早朝で中隊の副分任会やっとった、中係やっとったから、で肉のこれを配置してやろうってんで、それが思いついてすぐ殺して、ね、で部落だから包丁があるからここで切り開いて、美味しいところだけみんなこう肉だけ、独断でやって終わった後は中隊長だけで報告して、これは豚肉じゃないから、こういう関係だって今言ったあれなんでなって人間の肉だから、それは中隊長上昇してくれって、これは、ね、大隊本部からいただきたものをって兵隊に食わせるから、中隊長はうんとも言わないです。中隊長も私の教え子だから、教え子の中隊長まだ少尉になったばっかりだよ。将校はいないからね、鴨香水でほら少尉になったばっかりで中隊長になったから、だから当時3年兵でしょうね。私は6年兵だ。だから中隊長はもう何とも言わないで、って言うだけで。
でそこで大体本部から配給があったというわけで各分隊の中央係いるんでそれで配給してやる。だからみんな喜んで当時はね食べてるしね、もう半月以上も肉なんて食べてないんだから、感じが豚肉より美味しいような感じ。戦争終結の最後の機会を与えるために呼びかけられたポツダム宣言を黙殺した日本だったが、広島長崎への原爆投下、ソ連の対日参戦により1945年8月15日ポツダム宣言を受諾、無条件降伏した。帝国の戦場とに鑑み非常の措置をもって自局を収集せんと欲し、ここに終了なる男児親民に次ぐ。敗戦で中国にいた日本軍兵士のうち57万5千人がソ連によってシベリアに抑留され強制労働に課せられた。うち5万5千人が帰国を果たせず死亡した。中国では4年にわたり国共内戦が続いたが、これに勝利した人民解放軍は1949年10月中華人民共和国を建国した。翌年1950年7月、5年を経たシベリア抑留者のうち969人が対中国戦犯としてソ連から中華人民共和国に引き渡され、遼寧省武順の戦犯管理所に拘留された。また敗戦後も山西省で延釈山の国民党軍に協力して解放軍と戦った山西残留日本軍を含む140人が山西省の大元戦犯管理所に拘留された。この作品の証言者14人もこの2つの管理所に拘留されたのである。建国早々の中華人民共和国はこれら戦犯に対し周恩来の指導により、戦犯とても人間である、その人格を尊重せよという人道主義の政策をとった。管理所の職員は個人の恨みを超えて一切の体罰、侮蔑的言動を厳禁し、食事、医療、運動、学習、文化、衛生など全ての面で極めて人道的で温かい処遇をした。それは厳罰を覚悟していた戦犯たちに大きな感動と反省を呼び起こした。やがて彼らは人間的良心に目覚め、侵略戦争の自らの罪を自覚し、中国人民に謝罪した。交流から6年後の1956年6月から中華人民共和国最高人民法院特別軍事法廷が開かれ、病死、自殺を除く1062人中45人だけが起訴された。母の懐にあった赤ん坊をもぎ取って地べたに叩きつけると、妊婦の腹を裂くと、息を詰めをする。またその上に芝草をかけて焼き殺す。あるいは銃剣、機関銃、あらゆる武器を持って一時に騙してこの村民をああしたたくさんの1284名という大勢の平和人民を参考政策の犠牲としたのであります。私は約119名の正しい中国人民を殺し、これを12名を殺したという、また民家約100軒を燃やしたということを知っております。なんと人間性をなくした残忍な姿であったかということがひしひしと分かります。
憎むべき私であります。厳重な外交を犯します中国人民の厳格なるご処刑を受けるものであります。特務情報工作隊を持っていましてね、山西省でも本当にもう百何十人の人を殺して、中国人を捕まえて全部殺しまう。家があったら皆焼きをしまう。動物があったら牛馬があったらみんな略出して持って帰る。長富閻魔大王で閻魔大王というあだ名がついたくらいも戦闘を着てやったわけ。2人の娘さん方を捕らえた時には助けてくれて娘さん言いますが、しかし浮上工作隊中86軍の工作隊、私は穴を畑に掘らしてそこで2人をこうして埋めまして、上から筒やかぶしてその娘さんがこうして両手で祈っておりましたけども、その頭から筒やかぶして生き詰めにしてしまいまた火がどんどん家が燃えてるところにそのまま男を投げ込んで焼き殺してしまった。バーッと頭に火がついたと思うとそこで焼き殺し面で死んでしまう。中国の人たちはその苦しみをどんな苦しみを味わったのかもう想像でしてる。機関銃で小銃撃つ、それが当たったらいっぺんに死ななければいっぺんに死ななければその負傷し傷が助けてくれって言っても誰も助ける人はいない。お父さんお母さんその苦しみ悲しみは一体どんなだったのかと。判決は死刑無期はなく禁錮8年から20年で抑留拘留期間が算入され、ほとんどが満期前に釈放されている。他の1017人の戦犯は6月から8月の3回に分けて起訴免除、即時釈放という寛大な処分を受け、敗戦から11年目に祖国日本への帰国が許された。彼らが帰国した1956年の日本では、経済白書が日本経済の成長と近代化を発表。もはや戦後ではないという言葉が流行した。しかし彼らを待ち受けていたものは中京帰りの洗脳組という偏見であった。警察公安に監視され、就職にあたってもさまざまな妨害や嫌がらせを受け続けた。中国の人はさ、日本の人にこういうことしなかった。中国の人は何だったの？兵役で人を殺せるようになったわけです。だからもう私の目は汚れてないところは質もないっていうくらいもう汚らしい人間でも本当の鬼畜ねなり下がっちゃった。日本に戻ってきた時に洗脳されたとかっていうことを言われたと思うんですけど、その辺日本に戻ってきた時の例えば家族なり地域なりそういうところでどのような待遇というか。おかげさまで無事に帰りましただけならばいいんだけども、私はこういうその悪いことをした人間ですと。中国のおかげで返されました。中国に感謝してこういう言葉を言っちゃった。
それがいけなかったみたいね。だからこれは中国に洗脳されきた人間だとこういう未来じゃん。だからいくら私が就職しようとしても就職できません。どこにもできません。仕方ないから私は牛乳配達から始めました。ところが牛乳1本取ってくるうちが一軒もないんです。ソ連で5年、中国で6年いればもう赤の国で11年もそれ来たんだから、もうとんでもないもう赤だからあいつと付き合っちゃいかんと。一番先に自分の手記を侵略っていう本で出された時に、うちの女房がそれを見てもうびっくり仰天しましてね、こういうことをやってきたのかってわけ。知らないんだから内地にいる人はね、皇軍でもって向こうの住民を殺すようなことはやっとるとは思ってないんだから、正義の戦争に行ったんだから、もう敵と撃ち合って、それで門外を振ってね、死なずに帰ってきたと、それしか思ってない。ここまで言う必要があるのかって言われましたね。なんもなんでもね、黙ってればわからないことを、自分の恥になるようなことをなんで言わなくちゃならないんだろうか、それが分かんなかったですね、女房でも。だから戦争の実態というのはね、これは正しくやったことを伝えるのが本当の真実を伝えることなんで、これはいくらこれは自分が恥になってもそれを言わなければ私が語ったのは何の意味もないんだよ。最近は分かってきたようですけど、最初は分かんなかったですね。私たちにしろ韓国にしろ、まあ戦争中はそんなもんだと。私がやらなかったらば私が処分される命令なんだから、つまり罪の意識はこれっぽっちもないんです。致し方ないんだと。しかし誰一人もそれを言わない、これが問題だと思うんですよ。それは戦争だからね、いろんなことあると思うんですけど、全然黙ってんです。これはね、他の殺人、強姦、略奪、ひどいことをした日本の軍人も同じなんですけど、喋れない、喋らない。今そういう人がまだ100万も生きてると思うんだけど、良心に苛まれているかどうか、どうお考えになりますかね。帰る時に中国の人先生が「あなたたちは帰ったら立派な家庭を持って子供を持って立派な家庭を作りなさい」と「二度と銃を持って中国侵略することは絶対しないでください」と。私はもう80歳になりますが、もう余生のある限りこの戦争の侵略戦争のですね実態を身をもって具体的に特に若い世代にね話して、戦争というものはこういうものだったという他のその戦争の理論的な云々なんですね、具体的にこういうもんだから再びそういう過ちを犯してはいけないということをぜひこの若い世代に伝えたいと。それがせめてもの私の贖罪であると。